こんにちは、ゆうかです。今日は徳島県徳島市に来ています。徳島をこうして動画で紹介するのは意外と初めてかも。ということで今回は私みたいに初めて徳島に来る方にもおすすめできそうな激安ホテルを探してみました。そのお値段なんと1泊5000円。めちゃくちゃ安かったんですが、実際はどんなホテルなんでしょう。それでは調査してきます。じゃーん、徳島グランビリオホテル。めちゃくちゃでかいですね。グランビリオホテルっていうすごいかっこいい名前なんですけど、実はここ全国にあるルートインと同じ系列なんだそうです。そしてホテルの目の前にはローソンがあります。買い出しには困らなそうですね。目の前っていうかつながってますね。ホテルからそのまま行けそうです。ホテルのフロントの雰囲気はこんな感じです。今のところ私以外はまだ誰もいないですね。ホテルの中のレストラン情報が載ってますね。和洋ダイニングアワ、ブッフェレストランミリカ、ロビーラウンジグランカフェ。めちゃくちゃ高級そうなのになんで1泊5000円なんだろう。徳島って阿波踊りがすごい有名じゃないですか。調べてみたら空港の名前も阿波踊り空港だったんですよね。こういうやつですよね。ということで私はお部屋に行きたいと思います。いや全然人が少ないだけでできるだけで普段はできないですからね、こんなこと。お、見てください。こんなところに私が前に乗ったマイフローラのバスの座席が展示されていますね。私が乗った時は個室タイプだったんですけど、マイフローラもあれですもんね、徳島の会社ですもんね。フロントにはホテル特製のすだちジュースが置いてあります。一杯やっていきますか。うん、酸っぱくて美味しい。チェックインできました。私の今日のお部屋は1205、12階のお部屋ですね。それじゃあ早速向かっていきましょう。5000円のお部屋どうなんだろう。窓がないとかじゃないよね。こっちかな。 1205。お、あった。エレベーターからはかなり近いですね。エレチカ、やった。エレチカ大好き。それじゃあオープン。お、扉が重たい。扉が重たいのはいいホテルだぞ。おー、じゃーん。めっちゃ明るくて広くないですか。すごい、めっちゃいいホテルだ。お部屋には大きなベッドがあります。これ何サイズなんだろう。キング、クイーン、これ全然入んないな。こんな大きいベッドあんまり見ないからどっちかわかんないですね。そして心配していた窓はちゃんとありましたね。12階からの景色はどんな感じなんでしょう。じゃあカーテン開けてみましょう。えい、おー、めっちゃ景色いい。さすが12階ですね。おー、ここは結構徳島県の中でも立地がいい方で、すぐ横には県庁があったり、最寄り駅までも10分くらいなんですよね。そしてこっちにはホテルによくあるようなテレビと机などがあります。お、なんか書いてあるぞ。お部屋にマッサージを呼べるみたい。でも宿泊費とあんま変わんない。むしろ高い。そしてここの扉の中には見てください。ドアノブがちょっと変わってる。お、じゃーん。トイレとお風呂がありますね。ここのホテルには大浴場がないので、ここでシャワーを浴びることになりそうですね。でも近くに温泉はあったので、そこに行くのもありですよね。ここで入るか温泉に行くか悩みます。いやでも全然5000円とは思えないクオリティでめちゃくちゃ良さそうですよね。こんだけ広々としてて、わっゴロンする予定はなかったんですけど、転んでそのまま動けなくなりました。このままちょっとしばらく休憩させてください。おはようございます。やばい、休憩してたらめちゃくちゃ寝てました。今日私フェリーで徳島まで来たんですけど、朝ごはんとお昼ごはんは軽めに食べてたんですよ。だからちょっと時間は早いんですけどお腹が空いてきました。
ホテルの周辺はこんな感じになっていて、いろんなねご飯屋さんとかあるんですよ。ホテル内にも一応レストランはついてるんですけど、さっき値段を見てみたらめちゃくちゃ高かったので、夜ご飯は周辺に食べに行きたいと思います。どこ行こうかな。焼肉屋さんとか焼き鳥屋、ラーメン、いろいろあるんですけど、徳島といったらねあれだと思うので、今からあれを食べに行きたいと思います。ここのホテルでは2時間無料で自転車を貸し出してくれるサービスがあるんですよ。せっかくなので自転車に乗って夜ご飯食べに行きたいと思います。それじゃあ自転車に乗ってアクセル全開で行ってきたいと思います。電チャリでもないんですけどね。到着しました。ラーメン東大大道本店、いろいろ紹介したいんですけど、とりあえず中に入りたいと思います。メニューはこんな感じで食券で買うスタイルですね。ライス無料だって、やったね。ドリンクはビールがあるんですけど、今日は自転車なので飲めないです。ガビーン。どれにしよう。どうしよう。やばい、決めてない。これでいっか。ライスあり。ニンニクだ。やった。徳島ラーメンは生卵をトッピングするのが定番らしい。しかもこれなんと無料です。ラーメンニンニクサービスだって。店員さんにお声掛けできないぜなのでおとなしくしておきます。ついに降臨。見た目からして美味しいことが確定しました。茶系と呼ばれる濃厚な豚骨醤油スープに甘辛く煮た豚バラ肉がこれでもかというほど乗っております。香りも最高です。ワイルドなスープの中にはスレンダー系の細麺。果たしてどんなお味なんでしょうか。それじゃあいただきます。まずはスープを給油するのが私流。なんてことをしてくれたのでしょう。あまりにも美味しすぎます。ラーメンとすき焼きの中間のような独特な味わいが口の中に広がります。麺も美味しすぎる。徳島ラーメン恐るべしですね。明日の朝には徳島を出発するはずでしたが、全ての予定をキャンセルしてこのお店に通いたい、そんな気分になってしまいました。ここの近くには秋田町という有名な繁華街があるらしいんですが、阿波踊りとか鳴門鯛をつまんで締めに徳島ラーメンなんて生活憧れちゃいますね。もうね、スープがとにかく美味しいんですよ。こりゃ止まりませんな。我慢しきれないので白ご飯もいっちゃいます。スープに浸ちすぎないのも私流。この時の唯一の後悔はご飯を大盛りにしなかったこと。徳島旅行最大の失敗です。それでは第2ラウンド、ラーメンに生卵を投入してみましょう。果たしてどんなお味になってくれるんでしょうか。お肉と麺と卵を絡ませて一気にすすっていきます。印象がガラッと変わりましたね。マイルドになってすき焼きっぽさが増したような。これもこれでありですけど、卵かけご飯にスープを投入するのも美味しそう。画面越しでも伝わりますかね、この悪魔的な美味しさ。まさか私の好きな食べ物ランキングの上位に食い込んでくるとは。文字通り面食らってしまいました。ここからはラストスパート。ラーメンが冷めないうちに一気にすすります。ごちそうさまでした。あまりの美味しさにスープまで飲み干してしまいました。徳島ラーメンに拍手。ラーメン食べて帰ってきてシャワーを浴びました。さて、ここで皆さんに問題です。私は何が変わったでしょうか。正解は前髪を切りました。やばい、バッサリ切りすぎたな。
さっき久しぶりに自転車をこいだら前髪がすごい目にかかって邪魔だなって思って伸びた分切りました。どうですか？当たった人は有価検定5級差し上げます。それじゃあ乾杯。いやこれは違うんですよ。今日はホテルが安く取れたので徳島で得しましたってことで、浮いたお金でお酒買っちゃいました。今日の晩酌のお供はイカの姿フライ。これ大好きなんですよ。いろんなコンビニで売られているんですけど、辛いのと普通のがあって、今日はね普通のやつ買ってみました。ホテルの横に新町川が流れていて、ナイトクルーズがあるんですよ。1日4便出てて、大人1人800円でいろいろ回れるらしいんですよね。行こうかなって思ったんですけどね、さすがにナイトクルーズ1人はちょっと寂しすぎるかなって思ってひよっちゃいました。あとね、私明日の朝が早いんですよ。明日ちょっと行きたいところっていうか乗りたいものっていうか、ちょっとあるんですけど、朝早いのか夕方しかなくて、どっちか選ばなきゃいけなくて、夕方はちょっと諸事情であれかなと思って朝早い方にしたんですよね。だから明日はね早起きなんですよね。福島県は私ちゃんと観光したことはまだ一度もないですね。行きたいとこはいくつかあるんですけど、まずは鳴門の渦潮見てみたいですね。あとはね、阿波踊りも見てみたい。見るってか踊ってみたい毎年8月のちょうど私の誕生日あたりにイベントお祭りが開催されるらしいんですけど、ちょうどその頃はねいつも生誕祭で忙しくしてるんですよ。あ、そっか、生誕祭の踊ればいいのか、こうやって四国は動画だと愛媛と香川とあと徳島に来てますね。香川はジャンボフェリー葵に乗りましたね。香川から神戸でしたね。懐かしい。まだパパクリッパでは来たことないから、今度日本一周でも来てみたいです。それじゃあ私は明日も朝早くから観光するので、今日は早めに寝たいと思います。おはようございます。いや、めちゃくちゃ嫌な予感がするな。今日早起きはできたんですけど、夢で嫌な夢を見たんですよね。うわ、やっぱりだ。夢の中で大雨降ってたんですよね。徳島でも雨用の発動しちゃいました。今日の予定どうなっちゃうんだろう。大丈夫かな。まあでも今日の私はそんなことを言ってられるほど時間がないので、とりあえずチェックアウトしたいと思います。最後に昨日行けなかったこの15階と14階と2階ちょっと探索していこうかな。15階に着きました。こんな感じでレストランになっていますね。今回は行けなかったので写真だけ貼っておきます。また私が大富豪になったら来たいと思います。そして14階もレストランですね。和洋懐石料理阿波。この窓際に座ってご飯食べることもできそうなんですけど、今はまだ閉まってますね。最後は2階にやってきました。2階の雰囲気はこんな感じです。ここでは朝食バイキングもやっているそうです。和洋中の全部で50種類以上のご飯が食べ放題らしいんですけど、1人2600円ぐらいするんですよね。さすがに朝ごはん2600円はなと思って今回やめちゃったんですけど、ぜひ食べたことある方どうだったか教えてください。はい、ということで今回は徳島グランベリオホテルに宿泊してみました。すごい綺麗で広々としていて、激安ホテルとは思えないクオリティでしたね。
徳島は結構全体的にホテルの値段が安い気がして、でもその中でも私が調べた限りはここが一番綺麗で良さそうだなって思ったので、ぜひ皆さんも徳島に来る際は泊まってみてください。昨日食べたラーメンめちゃくちゃ美味しかったな。徳島ラーメンまた食べたいです。ということで今日は徳島からとあるところに行くんですけど、雨でどうなるかまた動画も出すのでお楽しみにしていてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。